小豆島でおじいさんが始めた実家の海苔養殖。小さい頃から食卓に当たり前にあった海苔。当時は家で食べている海苔がとても美味しいものだと知らなかったし、作るのがこんなに大変なんだと知らなかった。物心がついてきて実家で食べている海苔のうまさを知り、この美味しさをもっと広めたい、共有したいと思った。中学生にもなると実家の海苔養殖の手伝い。高校を中退してからも10年間海苔養殖に従事していたので、その仕事の辛さは知っている。半年間はほぼ休みもなく、極寒の中6時間も海苔を刈る。おまけに危険も多いし、死にかけたこともある。親父と兄貴の作った海苔、小豆島の美味しい海苔を多くの人と共有したい。その思いで商品化しました。はい、こんにちは。小豆島の漁師浜優です。今年も美味しい海苔ができました。で、例年はですね、この焼き海苔以外は2番海苔を使ってたんですけれども、今年からはなんと全部一番海苔、一番高級なやつを原料として使っていきます。ただ正直に言うと海苔の賞味期限長くて、まだ例年のが少し残っているので、それがはけたらオール一番海苔です。で、こいつはもうずっと一番海苔、焼き海苔の前形ですね。ただ去年からパッケージデザインが若干変わりました。で、こちらの焼き海苔に関しては本当に今年からの原料を使用していて、去年の海苔に比べて非常に柔らかくパリッとした食感がより強くなっております。ぜひ食べ比べて違いを楽しんでみてください。で、この子たち始めて今4年目になるんですけれども、今まで累計1万5000食以上も売れております。いや、本当にありがとうございます。リピーターの方も多くてですね、やっぱ美味しいと感じてもらえているのかなというのが、嬉しいです。とりあえずお昼時ということもあって、この子たちを使って早速ご飯を作っていきたいと思います。海苔養殖はまず海にセットと言われる枠組みをロープと錨でセットして、そこに海苔網を張ります。横から見るとこんな感じで、10日もすると海苔が伸びてきます。海苔網をズームするとこんな感じで、そこに海苔の胞子を植え付けて、その胞子から海苔が伸びてきます。よく初摘み海苔とか一番海苔とか聞くと思いますが、海苔は一度買っても伸びてきます。それで最初の一番海苔、後の二番海苔、三番海苔って言います。海苔の栄養なんですが、こんなにも含まれています。海苔は三大旨味成分のグルタミン酸、グアニル酸、イノシン酸を含んでいるから美味しいんです。さらに海苔に含まれるタンパク質は 100g あたり 40g で、海苔1枚のうちおよそ 40% がタンパク質なんです。3分の1が食物繊維で、その量はなんとキャベツの20倍。ビタミン A は海苔1枚でなんと卵1個分以上。すごい。まずは美味しいご飯を炊いて、次に海苔の前形を準備で、裏を見ると乾燥剤が入っているので、これを切らないように真っ二つに切る場合は、こちら海苔っていうのは線が入っているので、これを数えて真ん中、今回は僕の目の上を真っ二つに切っていきます。これで、手巻き寿司とかの海苔の完成です。次に巻き寿司を巻いていきます。さっきは切ったんですけど、切ってない海苔で具材をしっかりと巻いて、そして一口サイズに切っていきます。もちろん日本人皆様が大好きおにぎりも握っていきましょう。おにぎりをにぎにぎと握って、先ほど切った手巻き寿司用の海苔で巻いていきます。もちろん海苔が大好きな人は1枚で丸ごと巻いても美味しいです。それをお皿に並べてたくあんを置いたら美味しいおにぎりの完成です。まだまだ終わりではございません。海苔はですね、味噌汁に入れても美味しいし、なんと出汁がしっかりと出ます。こちら焼き海苔を砕いて味噌汁に入れてふやかしてあげれば、海苔の味噌汁の完成です。はい、というわけでなんやかんやあって完成しました。まずおにぎり、巻き寿司で、手巻き寿司、海苔の味噌汁、それから味付け海苔につけるやつらですね。それじゃあ宴を始めようか。はい、それではいただきます。で、ゴールデンタイムがなかったんで、今日は銀色のやつさんで乾杯。はい、ではまず最初はこちら、小豆島浜優の味付け海苔。こちらですね、小豆島産の海苔を 100% 浜優の家の海苔を使用しております。で、こちらの味付け海苔は非常に味が濃いんで、そのまま食べてお酒のあてやお子さんのおつまみにしてもいいですね。おやつですね。もちろんご飯に巻いても最高にうまいです。
でこっちが味付け、こっちが焼き海苔なんですが、こっちはですね味がついてないので、もちろんそのままご飯に巻いてが好みの人もいると思いますが、僕は邪道という中でこちらのマヨネーズ七味醤油ですね、これにつけて食うとうまいんですよ。もちろんこれをこのまま食べてもいいし、ご飯に巻いて食ってもうまい、魚を巻いても美味しいです。最高で、一番やっぱり料理に使いやすいのがこちらの焼き海苔ですね。おにぎり、手巻き寿司、巻き寿司、それから普通におやつとしても食べれる万能のオールマイティマイティソーです。私が来た。知ってる人いるかな。おにぎりもうまいし、でいい海苔だから水分がすごい染み込みやすくてすぐしなびるんですけど、めちゃくちゃ柔らかいです。あと香りが高い。もちろん巻き寿司にも最高。下手くそなんで偏ってますけど、節分終わっちゃいましたけど、節分にもいかがでしょうか。それから味噌汁に入れてもうまいです。なんか海苔の味がします。ただやっぱ焼き海苔は一番手巻き寿司で食うのがもともとうちの実家でも多くて、でうちの実家では手巻き寿司皿使いません。もうこれが皿です。これガチな話です。結構ね、うちで手巻き寿司するとみんな好評なんですけど、この机をそのまま使うっていうことにみんなめっちゃ驚きます。でおのおの皆様が好きな食材を好きなように巻ける、それがまた手巻き寿司のいいところじゃないでしょうか。で皆さん、海苔の日って知ってますか？ 2 月6日が海苔の日なんですけど、それなんでかっていうと、日本で最初の成文憲法である大法律令というのが702年の1月1日に施行されました。それをね西暦に直すと2月6日になるんですよね。だから2月6日が、海苔の日となっております。ちょうどね節分も近いし、よいしょ、巻き方も下手くそです。あんま美味しそうに見えないな。どうしよう。ちょっといくらでも入れて、で醤油につけて食べると。巻く具材の量はもっと減らした方がいいですね。海苔はうまいんですけど、素材と素材が殺し合います。この海苔なんですけど、もう焼き入れ加工してあって焼く必要はないんですが、ご家庭にガスコンロがある場合、軽く破ってあげるとより香り高くパリパリに仕上がります。このままがもうガンガン押すよ。それじゃあ、あとはゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで皆様本日もご視聴ありがとうございました。いや、海苔についてはね、歴史とか栄養成分とかいろいろ勉強したんで、本当はもっとお伝えしたいんですけれども、なかなかね、ここでずっと喋ってても面白くないので、今回はこれで終わりにしたいと思います。また機会が、海苔を使う時があると思うんで、その時に歴史とかもいろいろぶっ込んでいきたいです。4年間本当に、今までこれで終わりなんじゃないですけど、これからもよろしくお願いいたします。というわけで、ぜひ海苔を味わっていただけたらなと思います。親父と兄貴と、僕もたまに手伝ったりして丹精込めて作っているので、美味しい小豆島の海苔よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。